縦に四角く穴が開きます。こんな角度で穴を開けなきゃいけないんですよね。はい、どうもこんにちは。レイジーマンの靴、今日は出し縫いをやりますね。前回このコバの目付けシュトパライをやった後にドブ起こしをこんな感じでしておきました。で、出し縫いをする前にちょっとここにね、今水を入れたいと思います。ここに線を引いたので、ここを切り込みを入れていきます。この切りでなぞってこの溝を広げて、でこの L 字に先端がなってて、ここでギザギザしてるんですけど、これで皮を削って溝を作ります。結構内踏まず部分は針がこう奥まるので、ソールの端からの溝の位置が結構内踏まず部分はこう奥まったところにきますね。はい、で出し縫いをしていくんですけど、糸これと、あとね、糸につける針はテグスを使います。これテグスに松ヤニ塗ったやつと、これ糸の先を細くして松ヤニで塗ったやつですね。このテグスにこの糸を巻きつけます。松ヤニの粘着でこのテグスと糸が一体化しますね。くるくると巻いていって、指に挟んで巻くんで巻いてるところは映せないんですけど、はい、こんな感じですね。この辺は最初テグスだけなんですけど、この辺から糸を巻きつけていってますね。でこの辺でもう糸だけです。こうしっかり固定するんで取れないし、針と糸のつなぎ目がないので、スッと縫い目の穴を通ってくれます。で滑りのいいようにここにローを、今巻いたところにローを塗ってきます。で使う出し針はこれですね。先端の形状がこんな感じにちょっと四角くなってる針を使います。よし、じゃあ縫っていきます。最初は土踏まずから縫っていくんで、縫い目の粗いベベルドウエストの部分ですね。土踏まず部分は後で縫い目を隠しちゃうんで、綺麗に縫ってある必要がないというか、ベルトとソールがくっついてさえいればいいので、かなり粗めに縫っていきます。というか、このね奥まり具合でね、縫いにくさで細かく縫うのは不可能ですね。どれだけ奥まってるかというと、こうですね、ここに針を差し込んで、こんな角度で穴を開けなきゃいけないんですよね。こういう角度で穴を開けると、ここに針が出てくるんで、ここにテグスを通して、かなり縫い目は大きめに縫っていってます。
一応この出し針はこの目付け、斜めの目付けに合わせて針も斜めに刺してます。でもあんまり目付けを深く入れてないんで、こう糸を締めるとウェルトが少し伸びて、入れた目付けがどんどん薄くなってるんですけど、また入れ直すんで大丈夫です。今回縫い目のピッチは2ミリ間隔ですね。だいたい出し縫いの細かさを表す数値 SPI ステッチパーインチっていうのがあるんですけど、1インチの間に何ステッチ縫うかっていう、これはその表記でいくと約12番ぐらいですね。 12SPI ぐらいですね。縫い目は細かいんですけど、土踏まず部分をね、内側も外側も結構粗く縫ってショートカットしちゃうんで、実際は何針ぐらいなんだろうな、多分200針ぐらいだと思います。土踏まず部分はすごい進みが早いので、その点ね、ベベルドウエストやると、ベベルドウエストの加工は若干めんどくさいんですけど、縫いが楽になるっていう点で気が楽ですね。これベベルドウエストやらないと土踏まずの部分、縫い目が結構見えちゃうんで、しっかり縫わなきゃいけないんですよ。縫わなきゃいけないってこともないんだけど、縫おうと思うと、そうするとかなり縫い目の数が増えて大変なんですけどね。今回はそこまで大変じゃないです。この出し針先端がこう平べったく四角くなってるんですけど、こいつで穴を開けると縦に四角く穴が開きます。ここに糸を通して、土踏まず外側もベベルドウエストなんで、後でこの部分の縫い目も隠しちゃうんで粗めに縫っていきます。内踏まずよりねえぐれてないんで結構縫いやすいですね。ここはラストですね。これで縫い終わったのでソール側で結んでおきます。はい、できました。まあいいんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じですね。ウエスト部分は結構粗めに縫ってあります。でフロント部分は2ミリピッチで縫ってあります。若干やり方を変えてみたんで、こうところどころブレるところがあるんですけど、おおむねいいんじゃないでしょうか。多分目付け粉でかけて色入れるとね、すごくいい感じの小刃になりそうなんですけど、という感じで出し縫いをしました。この糸は、このベルトと同じ茶色く染めちゃいます。で裏面から見た時も一応縫い目がね綺麗に見えるように意識して縫ってるんですけど、裏面は隠しちゃうんで見えなくなっちゃうんですけど、ここ裏面も綺麗に縫えれば表はもっと綺麗に縫えるだろうということで、そのことも意識してます。はい、というわけでレイジーマンの靴の出し縫いまで来ましたね。もう本当にもうすぐ完成という感じで、早く仕上げてカリアンパンマンに渡すのが楽しみですね。というわけで今日こんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。